こんにちは。魔法のクラフトのポールです。ハワイからお届けしています。今日のハワイは晴天。ハワイの海をちょっとご紹介しようかな。はい、そのハワイの海から余計な汚いものを移さないようにきちんとテーブルに戻ってくると、アトリエのこの机です。今回のページはこんな感じ。実はね、もうほぼほぼできているページなんですが、正直言って12インチのページあんまり好きじゃないんですよね。ただアメリカでは12インチが主流なので、私のリーダーさんのエリンさんが主催しているスケッチチャレンジなどには12インチのページ作りで参加しています。他のページも12インチで作ろうかなと思ったんだけど、私はやっぱりこのレターサイズで今年は統一していこうと思います。それでは早速始めましょう。レターサイズの台紙を用意します。まず横が8と2分の1インチ、縦が11インチのペーパーです。これは日本の A4 サイズのペーパーの大きさと大して変わらないので、もし一緒に私もやってみたいよっていう人がいたら A4 サイズのペーパーでやってみてくださいね。あとあればこういうカットするボード、これもご用意くださいね。さあ、そしたらこのペーパーを用意します。何種類かあるといいですね。こうやってランダムに切ったものを用意してほしいんですが、実はこれランダムではないんです。規則性があるんですね。そう、デザインには法則が必要でしょ。このペーパーはね、横は8と2分の1インチなんですけれども、縦の長さ、これちょっと測ってみましょうね。これ2インチなんです。もう貼り付けちゃっていきましょうか。ペーパーの上に置いてみましょう。はい、一番上の端から置いてみます。2インチ。次に使うのはこの細いボーダーですね。これは4分の1インチ。これを2インチのペーパーの上に乗っけます。そしてその下に来るのが1インチ。これを下に貼ります。さあ、次にはこの大きなもの。これは3インチです。これも上から並べます。さあ、今度は下のページに行きます。これは1インチです。こうやって見ていくとだんだん目が慣れていくと思うんですよね。これを下に貼ります。さあ、これは何インチだと思います？これは1インチよりも少し大きくて2インチよりも少し小さい。そう、その半分の1と2分の1インチです。このようにしてカットしたペーパーをページの上に並べていくだけでレイアウトが完成しました。簡単でしょ？スクラップブックって本当はものすごく簡単なんですよ。ペーパーあるあるで大きなペーパーとか新しいペーパーを前にするとどうしようって思っちゃいますよね。そこで初めてさんのスクラップブック作りにおすすめなのがペーパー千切り作戦。ペーパーを1インチ、2インチ、3インチと初めに細くカットしてしまうんですね。そうすると細くカットしたペーパーをページの上に並べるだけで、そう、レイアウトができちゃうんですね。これを 3-to-1 方式って言います。インチを使うからできる設計なんですね。台紙の上にペーパーを置いて、レイアウトが決まったら糊をつけていきます。できればクラフト用の糊をおすすめしています。アメリカのクラフトショップでも日本のメーカーのものがたくさん発売されています。このテープ糊、使う人によって使い方が様々なんですけど、人によっては端から端までベターっとくっつける人がいます。そこまでしなくていいなっていつも思うんですけど、だって紙って意外に軽いでしょ。だから1、2、3、4くらいでちょうどいいと思います。だってさ、もったいないじゃない？すぐなくなっちゃうから。
結構ね、それでも剥がれないからね、大丈夫。あとはね、私はこれと一緒にこのペンタイプの糊を長年愛用しています。これはおやっと糊。お店ではあまり見かけないので、私は Amazon などでよく購入しています。これもね、そんなにベタって貼り付けることはないです。糊というよりペンの要領でこうやって四角を描いてみてください。こうやって濡れてる状態の時に貼り付けるとしっかりとくっつきますよ。おっと、上から貼っていくのを忘れてました。どっちにしよう、どっちにしよう。このようにペーパーは上から貼っていきましょう。そしてこの細いボーダーは後から貼りましょうね。そしたらその下の1インチのペーパーも貼り付けます。そうしたら先ほど糊をつけた大きなペーパーも貼り付けます。ほら、そうするとみんな平行に並ぶでしょ。最後にこの細いライン、これはペンタイプの糊を使うと便利ですよ。ペーパーの大きさによって糊を変えてもいいかもしれないですね。さあ、これでレイアウトのページが完成しました。横線だけでいいんですよ。縦とか横とかいろいろ考えなくても、かわいいペーパーを横に並べるだけで素敵なレイアウトが完成します。レイアウトが完成したら次に用意するのはタイトル、そして写真です。今回は写真の飾りになるこのフレームを入れたいと思います。写真は L 版の写真を1枚用意します。レターサイズのページ作りには日本の写真のサイズを使ってスクラップブックを作っています。こうやって1枚の写真にフレームをつけてあげると素敵に変わりますね。写真を置く位置は顔の向きによって変わります。この写真は少し右側を向いているので左側に置いてあげると、ほら、ページの空間が広がるんですね。大人スクラップブックのおすすめは自分の写真を使ってページを作ること。だってさ、自分のアルバムって自分で作らない限り誰も作ってくれないんですよ。ご主人がスクラップブッカーって言うんだったら別だけど。あとね、今の時代ってそれがとっても簡単にできる時代になったと思うの。カメラの時代を思い出してみて。その頃は自撮りなんて考えたこともなかったでしょ。あとフィルムも24枚しか入ってなかったんだよ。どちらかというと写真は一発勝負の世界。すごく残念な写真とかたくさんあったよね。あとさ、お母さんあるあるなんだけど、だいたい写真はお母さんが撮るっていう家庭では自分の写真があんまりなかったりするのね。一生懸命子供の写真とかパパと子供の写真とかを撮るとママの写真があんまりなかったりする。でもやっぱりほら、家族写真で一緒に撮ったりするとなんかその時に限って残念な顔になっちゃったりとか。とにかくママっていっつも後回しなんだよね。でもさ、今って携帯の時代でしょ。ちょっと向きを変えると自撮りが簡単にできる。しかも自撮りって文句言われないんだよ。誰かに頼むと、いやちょっとこの角度、いやちょっと目が半目とかいろいろ文句つけたくなっちゃうんだけど、あんまり何度も頼むわけにはいかないじゃない。でも自分で撮るときは、いやちょっともう一回、いやもう一回、いやもう一回って何度でも繰り返し撮ることができる。あとアプリで加工ができるんだよ。これは私すごく嬉しい。大抵すっぴんで髪の毛なんかもう白髪が生えてきちゃってるんだけど、これをちょっと隠せるような加工もできる。もうこれは本当に嬉しいこと。だってさ、自分のアルバムなんだから自分が好きな姿の写真を載せてもいいじゃない。なんなら外ではできない髪型で写真を撮ってアルバムにするなんていうのもとっても楽しいと思う。
自分のアルバムは自分のために作るものであるべきだよね。と、少し開き直る覚悟が必要だと思う。特に日本人女性はね。一つだけ伝えてもいいかな。今日の写真を撮るということはとっても大切なことなの。というのはね、明日の自分よりも今日の自分の方が若いんだよ。当たり前だよね。でも私たちってそんなことをあんまり考えずに毎日年を取ってきてるわけじゃない？そう考えると、来年の自分よりも3年後の自分よりも10年後の自分よりも今の自分が一番若いんだよ。私ね、実はちょっと後悔したことがあるの。5年前ぐらいかな。やっぱりさ、50も超えるとさ、いろんな老化が始まってくるわけじゃない。お化粧しないと外に行けなかったり、髪の毛でもさ、白髪が目立ってくるとさ、写真に写るのも嫌だった時期があったの。そういう時には家族写真を撮るのも、いやいや私はいいから、私はカメラマンでいいからっていう時期が何年か続いたのね。その頃のスクラップブックのページを見ると、私いないんだよね。それでもね、ちらっと写ってる写真なんかを見ると、今より全然若いの。今より全然綺麗だし、今より全然可愛いって思っちゃう。そう思ったらね、なんであの時やめてって堅くなに断ったのかなって思っちゃう。で、怖いのが、あの時には戻れないんだよね。あの時に戻って写真を撮り直すことはもうできないの。手遅れなの。だからね、今しかないのよ、一番若いのは。だからね、あの頃の私のように、いや今はちょっとって言ってる人、よく考えて。5年後より今が一番若いから、綺麗だから。ちょっと気に入らなかったらアプリで加工して綺麗にお化粧すればいいんじゃない？そんな感じで気楽にスクラップブックを始めてもらいたいと思ってるのね。だって自分が自分のことを一番よく知っているから。これはね、自分を好きになる魔法のアルバム作りだよ。さあ、こんな感じで心の声が漏れてしまいました。それではページ作りに戻りましょう。使っているのは 3D フォーム。今はダイソーとかで買えますね。これをペーパーの裏につけてあげると少し立体的に見えるんですよ。写真のフレームとか、あとはこういうタイトルとかをちょっと盛り上げてあげるとページに奥行きを作ることができるんですね。あとね、これはステッカーなんだけど、実は台紙から剥がさないでそのまま 3D フォームを貼り付けてます。こうするとね、結構ステッカーに強度が増します。あとね、このタイトルをつける位置なんだけれども、単独に置くよりもこの場合写真のフレームに少しかぶせてあげると目がこうキョロキョロしないで済むので、目線の誘導として有効です。それでは大人スクラップブックに一番大切なもの、ジャーナルです。ジャーナルのスペースを作っていきたいと思います。やっぱりページに直接書き込むのはちょっと気が引けちゃう。別の紙を使ってジャーナルのスペースを作ってあげましょう。このページにはもういろんな色が入っているので、他の色は使わずにこの白いペーパーをカットしていきます。今これ結構おしゃれな作り方でいろんな人が使ってるんだけれども、こうやってペーパーを細い線にカットしていきます。これはいろんなメリットがあるんだけど、一つはページの世界を崩さないでジャーナルを加えることができる。あともう一つはちょっとぐらい間違ってもそのラインだけ書き直すことができる。それではカットしたペーパーを台紙の上に貼っていきましょ
これはもうすでに糊をつけてあるので、こうやって移動するだけで簡単です。あとね、間違える時のために何本か予備で残しておくといいですよ。はい、こんな風に貼ってみました。ページのレイアウトを邪魔することなく、ジャーナルのスペースを確保することができました。ジャーナルってどんなこと書いたらいいのってよく聞かれますが、これはまた別のビデオでご紹介します。さあ、いよいよ皆さんとても気になっているこのビロビロした部分をカットしましょう。これはペーパートリマーでカットするよりもカッターを使った方が簡単ですね。さあ、こんな風にできました。でもなんかここら辺ちょっと物足りなくないですか？この部分に何か入れたくなっちゃう。そこでピンときたのが2025年。そう、数字を入れてみようと思います。これは3月に紹介したスタンピングアップの商品なんだけど、この文字結構細身ですっごい可愛いのね。この2025っていうのをカットして入れてみようかなって思います。ダイカットマシンでこのパーツをカットしました。2025には2回カットしました。これね、アルバムを後から見返すとよくわかるんだけれども、この年数が入ってるページって意外に助かるんですよね。自分ではなんとなく分かっても、人にはなかなか伝わりにくいものですよね。だからこれは自分のためのページなんだけれども、やっぱり優しく人にこれは何年ですよっていう風に教えてあげる意味でも、いろんなヒントをページの中に入れてあげるのも必要かなって思います。例えばこのページがアルバムの一番最初のページになるとしたら、これは2025年に作ったアルバムですよって開いた瞬間にわかるでしょ。そうするとページをめくりながらそのアルバムのストーリーに入っていきやすくなるんだよね。さあ、こんな感じでページはだいたい完成してきたんだけれども、やっぱりなんかちょっと物足りないんだよね。そういう時にはこういうステッカーを使ってページを可愛く飾り付けてあげる。でもね、これデザインの視点から作ると、この飾り付けにも法則があったりするんですよね。ページに飾りをつけましょう。実はね、これコレクションでストーリーブックっていうんだけれども、これめちゃめちゃ可愛くて、見て、これステッカーじゃないんだけど、このちっちゃなダイカットがたくさん入ってるのね。スタンピングアップはこれまでカード作りがメインだったんだけれども、去年クロストゥーマイハートを吸収してからスクラップブックにも力を入れてきてるんだよね。こういった動物の飾りを1個ポーンと入れるよりも、こうやって地面をつけてあげると違和感がなくなるんだよね。まず人の目って Z、 アルファベットの Z の向きに動くと言われているの。まずこのページを見た時に写真を見て、タイトルを見て、もう一度写真に戻って、そこからジャーナルを見て、このリスさんに目がいって2025年という文字を見る。それがこのページの目の動線の流れです。さあ、こんな風にページが完成しました。どうですか？スクラップブック作りって意外と簡単でしょ？持ってる柄のプリントペーパーを横に3インチ、2インチ、1インチと切って、あとはペタペタペタっとペーパーに貼り付けるだけ。お気に入りの写真を1枚、このようなフレームがあったらより可愛いけれども、なくても写真をページの上に貼り付けるだけでとっても素敵なページに仕上がりますよ。ご覧くださりありがとうございました。あとコメント欄から楽しかったよ、私も作ってみたいよ、またこんなことを教えてほしいよなど、いろいろコメントいただけると今後の作品作りの参考になります。
できれば毎週火曜日にこのようにビデオで配信していきたいと思いますので、ぜひ応援よろしくお願いします。それではまた来週。Thank you for watching. See you next time. Bye bye.